皆様こんにちは。この頃また日本語で動画を作ってくださいっていう方が多かったので今日作ろうと思いました。まずは小さい自己紹介をして、その後は私の誰も知らないことを10個紹介したいと思います。そして日本の方以外にはドイツとかスイスの方もいると思うので、またその10個のことをドイツ語とスイスドイツ語でするつもりです。で、今日は日本語でします。本当に短い自己紹介をしようと思います。はじめまして、私の名前はサラです。24歳でスイスと日本のハーフです。家族は福岡と佐世保ら辺に住んでるのでちょっと方言がよく混ざると思います。頑張って博多弁とか使わないつもりですけど。じゃあ始めます。まずは小さい時によくハウステンボスに行ってました。ハウステンボスは佐世保にあって、日本人みんな知ってるかわからないんですけど、そこに毎年日本に行った時にハウステンボスのパスみたいなのを持っててずっと行ってました。だからハウステンボスに行ったら、小さい時の思い出とかがいっぱいあります。2、私は大学生です。そして経済が専門です。小さい時に日本語勉強に日本の番組とかをよく見てたので、そこでパジャマを着て仕上げのお母さんっていう番組がありましたよね。小さい時にとってもその番組に出たかったです。出たことないんですけど、それをずっと楽しみにそのパジャマを可愛いパジャマ着て歯磨くのがすっごく楽しみに思えて、その番組が大好きでした。ハラー映画がとっても無理です。もう本当にハラー映画は今まで生きてる間で3つぐらい見て、未だに思い出すと怖いぐらいハラー映画は無理です。小さい時にクレヨンしんちゃんを見てました。それ他の日本人に1回言ったことあるんですよね。クレヨンしんちゃん見てたとか。そしてすっごく聞かれて、そんな品がないの見ちゃダメとかめっちゃ言われて、そんなにダメのかなと思ったけど、私的にはクレヨンしんちゃん未だに好きやし、小さい時から好きやったけん、はい、クレヨンしんちゃん大好きです。多分15歳か16歳の時にヤマピーの大ファンでした。もう本当にあんまり芸能人のファンになることはないんですけど、ヤマピーの大ファンでした。そしてヤマピーにファンレターも書いたぐらいファンでした。もう大丈夫です。そして、その15歳16歳か17歳、多分15歳から17歳にヤマピーにハマってた時かな。その時には日本のドラマとかにもすっごくハマってて、制服がすっごく憧れてました。もう本当にスイスは制服がないので着たい服を着ていいので、その制服ってことをすっごく憧れてて、お母さんがいた中学校に何日間かいて制服着られたんですけど、制服がちょっとキモくて引いた。そしてドラマとかもうちょっとかっこいい制服ですよね。そしてその制服がちょっと微妙かなって思って、でも制服1回だけは着ました。それよく日本人から間違われるので YouTube とかでは結構みんな分かってると思うんですけど、私は漢字が読めません。漢字は何個かは読めるけど、例えば日本とか日本語とか行くとか森とか簡単な漢字は何個か読めるんですけど、あとは読めないので、人が漢字入れたらこっちが読めないから返事しにくい。だからもし日本語でコメントしたい方がいましたらお願い、カタカナとひらがなでお願いします。私は使えれる漢字は使えますけど、多分いろんな漢字っていうか多分じゃなくて確実にいっぱい漢字読めないので、ひらがなとカタカナでお願いします。あとは日本の学校に行ったことないので、日本語を間違うとこも多いと思うし、方言が混ざることも多いと思うし、それは本当にすいません。それも一回言われたことはあるんですよね。サラ恥ずかしい日本の喋り方とか。でも私的には日本語の学校に行ったことないからこんくらいなもんですよね。うちの日本の家族とかはいつも大丈夫よとか優しく言ってくれるから全然大丈夫です。間違ったら本当に悪気でしてないのですみません。次は私はすっ
ごい泣き虫です。もうちょっとしたことでブリブリ泣きます。もう本当にそれを本当自分でも変えたいと思いますけど難しいです。例えば日本からスイスに帰ったら毎年日本に行かないけん毎回日本からスイスに帰ったら私妹も2人いますんですよね。そして飛行機の中で飛行場の時で私だけが毎回泣くんですよね。そしてなんか1回5歳下の妹から飛行機で言われたんです。お姉ちゃんもういい加減にやめてくれん、恥ずかしいけんとか。だけど本当に泣き虫です。そういう時だけじゃなくてもなんかストレスが溜まったらもう本当に簡単に泣きます。それは本当に嫌いです。だって人の前とか泣きたくないですよね。そして最後のことは日本が大好きなこと。なんか毎回日本に行ったら家族とかがいて、しないといけないこと大学とかそういうのとかは全くないので本当に楽しいことばっかりで、日本が大好きです。そして日本にも住みたいと何回か思ったけどやっぱりそんな簡単にも住めないし、あとは漢字読めないから毎回日本に帰ったら子供になる感じでそれがちょっと嫌だ。でも本当に1回何ヶ月でも日本に住めたらいいなって思う。やっぱり日本食とか好きやし家族もおるけん家族もいますから、はいそういうことです。もしこんな似たビデオとか見たかったらお願いコメントで私に言ってください。本当に日本人がビデオ見てくれて本当に嬉しいので本当にありがとうございます。だから日本語でまたビデオを作ってもいいと思います。私の日本語はそんなに上手にじゃないしちょっと中途半端なとこ多いからこんな感じのビデオしかなんかしにくい。例えばネイルのビデオやったらどうやって説明すればいいのかわからんけんそういうのがちょっと難しいとこが何個もあります。あとはやっぱり私的には頑張って標準語とか喋るのも結構きついからこうやってもうちょっとイージーに間違ってもいい感じのビデオとか作るのは楽しいと思います。それでこのビデオを見てくれてどうもありがとうございました。皆様私のビデオを見てくれて本当に嬉しいと思ってます。じゃあまた次のビデオで会いましょう。バイバイ。